は、はるかねです。今日はこちらのパラボックス様から発売されている21センチから23センチボディ用のね、ケラというヘッドを使ってこのウィッグをね、作っていこうと思います。こちらのボディはね、セリアドールを使っています。そしてこのね、ウィッグなんですけど、簡単にね、カパッと取り外しができて、若干ね、柔軟性もあるものです。そしてこの土台がね、樹脂粘土で作って、それに毛糸を貼り付けてあります。材料はこちらのダイソーの樹脂粘土と、そしてポリエステル 100% の毛糸。ポリエステル 100% がね、アイロンとかで簡単に毛がね、こう癖づくので楽かなと思います。そして水のりとかサランラップ、ペット用のねブラシ、スリッカーや輪ゴムを使って作っていきます。はい、そしてね、このような100円均一で買ったね、焼肉用の網、そして株式会社アルテコから発売されているボンド。これは別に何のボンドでもねいいんですけど、小西のボンドでも大丈夫です。ボンドを使っていきます。まずね、サランラップを正方形に切って、そしてヘッドにかぶして、ちょうどねサランラップの真ん中に来るように置いて、そしてできるだけね、こうシワにならないようにくくって輪ゴムで留めていきます。そしてここにね、樹脂粘土を貼り付けていきます。分量としてはこれぐらい。これを練ってからヘッドに取り付けていきます。ぐるっとね覆ったら、この耳のラインからね、耳のラインまでギリギリのラインを少し線を入れておきます。そして乾かしてからね、その部分を切り取ります。そしたら乾かします。余った粘土はね、これがねこう乾いて次回使い物にならないと思うんですけど、一応ねこう先にこちらが乾くようにこう線としてね置いておいて、そして濡らしたキッチンペーパーが入ったジッパーにね入れて保存しておきます。スーッと取って、そして乾燥させたものがこちらです。これにね毛糸を貼り付けていきます。ではね、毛糸をまずね毛束にしていきたいと思います。はい、こちらのね毛糸を使っていくんですけど、これもねダイソーで購入したポリエステル 100% の毛糸を使っていきます。ラムとかね、いろいろ毛糸の種類あると思うんですけれども、ポリエステル 100% がね虫もつかないし、アイロンなどでね形も整えやすいのでおすすめです。こちら下方眼紙になってるんですけど、だいたい10センチ、20センチ、30センチぐらいを、6本ぐらい、2、4、6本になるようにね毛束を作っていきます。はい、そしてね、こちらもダイソーの焼肉用のね、網なんですけれども、こちらにだいたい30センチぐらいの長さに切った毛糸6本をセットにして、ここに巻きつけていきます。
のようにねずらーっとこくりつけたら、今度は毛糸のねよりをほどいていきます。こんな感じでねしっかり根元からよりをほどいていきます。全部ねほどくのちょっと大変なんですけど、テレビとか YouTube とか見ながらねやると割とすぐ終わると思います。はい、このようにねよりがほどけました。そしたらねここにアイロンをかけて引っ張りながらねぐーっとアイロンをかけて、このソバージュをねストレートにしていきます。こんな感じでねアイロンを当てるとストレートになるので、全面にね裏表まんべんなくストレートにしていきたいと思います。はい、このようにねソバージュが取れて綺麗なねストレートになりました。そしたらここから先はねこのペット用のブラシスリッカーというのを使ってさらに毛糸をほどいていきます。でこのぐらいのね長さだと、メンズのウィッグを作る場合はね2回か3回ぐらい毛束を取れると思うので、下からね3分の1ぐらいをスリッカーで毛をほどいていきたいと思います。はい、このようにね毛先をしっかりブラッシングしたらね、この部分だいたいこのぐらいのあたりでずーっとねボンドで留めていきます。はい、こういう感じでねボンドを塗って留めてあります。でこれがね乾くまで放置するんですけれども、このボンドねできるだけ中まで浸透するようにこうねボンドを叩きつけながら塗ってあります。そしてこのね下の台紙なんですけどね、紙のねダイソーの方眼紙の上にこのようなシリコンのシートを敷いてあります。アイロンにも強いですしね、ボンドとかのりがねついてもペラッと剥がれるので、とっても掃除が楽で使いやすいです。では乾くのを待っていきます。はい、乾いたら外して切っていきたいと思います。こんな感じでねボンドの部分だけきれいに切り取って毛束をね作ったら、またねここからブラッシングしてボンドで留めてって感じでね、だいたい3回ぐらい取れるかなと思います。解いて2回目のね毛束を取っていきます。では2回目のねボンドが乾くまでの間に1回目でね採取した毛束をこちらの方にね貼り付けていきたいと思います。まずね一番外側から貼り付けていきます。はい、これで乾かします。第2弾も乾いたので切っていきます。
3段をねボンドで留めたら続きを貼っていきます。この辺りからねちょっとこの顔の中心線を意識して貼り付けていきます。この辺がね中心なんで。はい、ではねここから髪の毛のね分け目の部分を作っていきたいと思います。このね接着してる部分を隠していきます。これをこのように貼り付けてね、乾いたらこれをこちら側へ倒してアイロンをかけていきます。まずねここから接着していきます。ちょっと逆立ってるような状態で乾かします。はい、このようにね少し半透明になってきたらこの毛束をこっちに向けてねアイロンかけていきます。そしたら次はねこの毛束をこちら向きに貼り付けて、またねある程度乾いたらこちらへ倒してアイロンをかけます。はい、こんな感じでね生え際ができました。ちょっと完全にね乾くまで放置します。残りはね完全に乾かして次回用に置いておきます。ではこちらをね整えていきます。ではね、カットしていきます。はい、このようにねある程度の長さに切ったらここからはね水のりを使ってセットアップしていきます。
はい、これで髪型ね完成です。そしてこちらね、同じバラボックス様から発売されているキャラというねヘッド、同じヘッドなんですけどね、髪型とちょっとメイクを変えるだけでね別のキャラに見えるかなと思います。そして首穴がね、元はこういう形なんですけど、これだとね、入らないので少しカッターで切ってこのようにね拡張していきたいと思います。このようなねデザインカッターを使ってまずね一回り穴を広げて、そしてさらにねこのプラスの十字を切れ込みを入れて完了します。はい、こんな感じでねヘッドにボディをねつけてみました。これね簡単にこうパコッと取れるんでね、ウィッグの変更も簡単です。他にもねいろいろ作ってあります。はい、このようにね3体用意してみました。髪の毛の色とね髪型とセットとね違うだけでかなりキャラクターいろいろ表現できるかなと思います。でこの子とこの子はキャラで、この子はプチ姫というねヘッドをメンズメイクしてあります。はい、そして保管方法ですけどね、アルカネの場合はこのような入れ物に1段目はウィッグ、2段目に残った毛束、そして3段目にアイなどを入れて保存しています。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録、それからインスタグラムやね Twitter でのお友達へのシェア、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。